アメリカ。次はアメリカです。ヨーロッパから離れたアメリカ大陸で独立革命が起きました。これを日本語では一般的にアメリカ独立戦争と呼びますが、アメリカ独立革命とも呼ばれています。この独立革命を見ていきましょう。まず、北米大陸にヨーロッパの国々が植民地を作ります。その植民地に集まった人たちは、本国から信仰の自由を求める人々、人から支配をされることを嫌う人々、あるいは土地を求めて一旗あげてやろうと考える人々が集まりました。そして彼らの開拓者精神で、この植民地には自分たちで政治をする自治が発達していきました。アメリカに植民地を持つイギリスは植民地に対し抑圧を行いました。例えば、イギリスにとってアメリカ植民地は原材料供給地であって市場、つまりイギリス本国で作った商品を買わせる場所であるという方針を取りました。また、イギリス本国の産業を脅かさないよう工業の発展を抑制し、様々な法律を出してアメリカの植民地を抑圧しました。ただ、初めのうちはそれほど強く抑圧はしませんでした。というのも、当時共通の敵フランスがまだ北米大陸にいたからです。ところが、フレンチ・インディアン戦争でイギリスが勝利し、フランスが北米大陸から撤退すると、戦争でお金に困ったイギリスは本気でアメリカの植民地に抑圧、重税を加えていくのです。1765年、印紙法が制定されます。この法律が制定されると、印刷物への課税が行われます。そして、この法律では特に印刷物に対する検閲が行われ、その検閲への不満が爆発します。言論の自由、表現の自由に対する抑圧に対し、植民地の人たちは猛烈に反発したのです。この時の標語として有名な言葉、こちらですね、があります。代表なくして課税なしというスローガンです。これはイギリス本国の議会に我々の代表はいない。よって政治的発言権がない。だから税金を納めるべき義務もないという意味です。この標語でアメリカの植民地の人たちはイギリスに反発していきます。激しく反発されたイギリスは印紙法を撤廃しますが、さらに様々な法律を作って特別な関税をかけて植民地を抑圧します。ところが、やはり反発を受けて撤廃していくのですが、お茶に対する関税だけは存続し、その後、お茶がイギリスとアメリカの対立を象徴するものとなっていきます。1773年、茶法が制定され、東インド会社に対する独占権を認めました。これに対し、経済活動の自由に対する抑圧だと植民地の人たちが反発し、ボストン茶会事件ですね。こちら、ボストン茶会事件が起こります。これに起こったイギリスがさらに厳しい法律を出し、アメリカを抑圧します。そこで、1774年、起こった13の植民地の人たちが初めてフィラデルフィア、当時のアメリカの首都ですが、フィラデルフィアに集まり、第1回大陸会議が開催されました。そんな中、とうとう1775年、武力衝突事件、レキシントンの戦いが起き、戦争が始まってしまいます。これがアメリカ独立戦争の始まりです。これに呼応して第2回大陸会議が開かれ、そこで戦争の意思が決定され、司令官にジョージ・ワシントンがなったのです。1776年、アメリカがアメリカ独立宣言を発表します。内容はアメリカ人の人権宣言、基本的人権の尊重、そのために我々は戦うんだ。イギリスは悪政の限りを尽くした。といったものを列挙し、独立の正当性を明らかにした宣言になっています。ロックの統治理論、革命権、抵抗権が
色濃く影響を与える内容となっています。また、前後しますが、独立宣言が出される前の月、6月には、アメリカ・バージニア州で、バージニア権利証典が発表されます。これによって、世界で初めて憲法に自然権が成文化されたのでした。その後、この独立戦争にフランス、スペインが参戦します。さらに、ロシアが主導して、武装中立同盟が結成されます。この頃のヨーロッパ諸国には、市民だけの国なんて、どうせ独立してもやっていけないだろう。だったら今のうちに強いイギリスを困らせてやろう。という雰囲気があったようです。その結果、アメリカは多くの協力してくれる国を得て、1781年、この独立戦争の事実上の決戦となるヨークタウンの戦いでアメリカが勝利します。そして1783年、パリ条約でアメリカの独立が承認され、アメリカ植民地はイギリスから自由を勝ち取ったのです。これがアメリカ独立戦争です。日本ではアメリカ独立戦争と呼んでいますが、アメリカの独立には市民革命の側面があるとして、アメリカ独立革命と呼ぶこともあります。というのは、イギリス本国の国王と結託する特権的、特別扱いされている商人が打倒され、市民たちの経済活動の自由が確立されます。今まで貧乏だった人たちが経済的に向上したり、自分の土地を持っている自作農の創設が進行されます。また、信仰の自由も認められたりと、こういった側面からアメリカの独立は市民が権利を勝ち取った市民革命とも呼ばれているのです。さて、アメリカ建国後1787年、アメリカ合衆国憲法が制定されます。この憲法は内容的に中央集権の色が強く、全体を束ねる連邦政府に大きな権限が認められていました。こちらの図ですね。いくつもある州を束ねる政府。これを連邦政府と言うんですが、州の自治だけでなく、この連邦政府の権限が強く認められていたんですね。これに対して、各州の自治を重視する人たちが激しく反発し、強い連邦政府が個人の人権も侵す恐れがあるといった批判が展開されました。せっかくイギリス本国から自由になったのに、今度は新しい政府から抑圧されるのか。そんな議論をなだめるために、憲法には三権分立の理念が盛り込まれました。これは三権分立の理念が初めて条文化された憲法となります。これによって人民が国家からの自由を達成したのでした。いかがでしょうか。啓蒙思想。さて、今のお話の中に出てきた三権分立ですが、これはフランスのモンテスキューが唱えました。こちらの方ですね。モンテスキューです。イギリスの政治家アクトンの有名な言葉に、権力は腐敗する。専制的権力は徹底的に腐敗する。という言葉があります。つまり、一人の人物とか一つの機関だけに権力が集中すると、もし間違ったことをしても誰も止められなくなるという意味です。それを避けるために国家権力は分立させるべきだと主張し、1748年、モンテスキューが法の精神を発表し、立法権、行政権、司法権の3つに分けることを唱えたのです。これがモンテスキューの考えでした。そして、この法の精神がジュネーブで出版された後、1762年、前の課でお話したルソーが社会契約論を発表するのです。実はこのモンテスキューとルソーに加えて、このロックさんですね。このロックさんを加えて、この3人は当時の市民革命に影響を与えた三大啓蒙思想家として日本の学校では学習します。この啓蒙思想家とは、
自然科学の合理的な考えから発達した啓蒙思想で、非合理的な政治を批判して民衆に正しい知識を広めて民衆を無知から解放しようとする人たちを言います。この啓蒙思想家たちの考えが当時の本や雑誌、新聞などを通じて広く市民たちに広まっていったのです。ルソーの思想で理想を描いた人々は政治の矛盾を正し、新しい社会を作ろうと考えた。ルソーの晩年、彼の自由、平等、友愛の精神に共感した人々が彼のもとを訪れた。その中の一人にロベスピエールという名の青年がいた。